こんにちは、YKK です。アイクオブザシーズの客室からお届けしております。そろそろクルーズ旅に興味を持っている方が増えてきたと思うので、今回の動画ではクルーズ旅に持ってきたら良いもの、事前に知っておくべきことをシェアしたいと思います。私もクルーズも結構乗ってきましたけど、これ事前に知っておきたかったなとか、これ持ってきたらめっちゃ便利やなっていうのがだいたい分かってきましたので、それをね今回まとめてみました。紙にもまとめました。これから初めてクルーズに乗る方に何持ってきたらいいですかって聞かれたら、これはおすすめするなっていうものをまとめたので、たくさんあるのでちゃっちゃか紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目、シーパスカードケースです。シーパスカードケース、船に乗ると1人1枚このようなシーパスカードというものが配られます。これが船内における ID だったり決済に使われます。だからね、このカード船内にいる時は常に持ち運ぶんですけど、これねすぐ取り出せるようにしておくのが便利なんですよ。そんな時にカードケースに入れておくと、カバンに引っ掛けたりとかちょっとズボンに引っ掛けたりとかしておくと、すぐにパッと見せることができるし、部屋の鍵もこれで開くのでね、パッとドアを開けることもできるということで便利です。でこれを首からかける人もいるし、ビヨーンって伸びるチェーンにつけてる人もいるんですけど、いろんな種類のカードケースがあると思いますが、どういう形であれカードケースにシーパスカードを入れておくとパッと取り出せて便利です。1つ目、カードケース。はい、次、クルーズ特有で言うとタオルクリップ、こちらのことですね。タオルクリップ、これ何に使うの？洗濯？違うんです。これはプールで使います。これちょっと可愛くないんですけど普通のクリップなんですけど、いろんなデザインのクリップを皆さん持ってきてます。プールではデッキチェアにタオルを敷いて座るんですけど、結構やっぱ船の上って常に風が吹いているので、タオルがね風で飛んでいっちゃうんですよね。なので皆さんクリップでタオルをベンチに固定しています。実際の様子がこんな感じなんですけど、背もたれのところにクリップを挟んでおくんですね。で皆さんね、思い思いのデザインのクリップを持ってきていて、自分のベンチがどこかっていう目印にもなるし、本当ね可愛い鳥のデザインとかいろんなクリップ皆さん持ってきてて可愛かったです。私は100均でこれ普通のデザイン買っちゃったんですけど、私もなんか可愛いデザインのクリップがあればちょっと買いたいなと思いますけど、クリップですね。これはプールで大活躍します。次、マグネットフック。マグネットフックですね。普通に100均とかに売ってるこういうマグネットフックです。これなんで便利かっていうと、クルーズのキャビンって壁ほとんどね磁石くっつくんですよ。扉とか壁とか天井も磁石くっつきます。だからこれをペタって貼っておけば、ここにちょっとこうやってカバンかけたりとかもできるので、収納アイテムとしても便利ですし、私の場合はこれ天井も磁石になってるんですよね、キャビンって。だから天井に貼り付けて、ちょっと洗った水着とか洗った T シャツとかをこうやって干してます。壁に磁石つけるよりも天井に磁石をつけて吊るした方が乾きがいいので、私は天井につけたりしてます。だからマグネットフックの中でもフックが稼働するやつを買いましたね。これねめちゃめちゃ便利です。今回私2つ持ってきたんですけど、2つじゃ足りなかったんで4つぐらい持ってきたら便利だったかなと思います。ちょっとカバンをフックにかけたりとかするのが。あと洗面台も壁は磁石くっつくので、櫛とかそこら辺にバーって散らばっちゃうよりはこうやってフックにかけておいたら便利なので、実はキャビンって壁が全部磁石くっつくようになってるんだよっていうのが事前に知っておくと便利情報です。次、洗濯洗剤。そうだね、クルーズって基本的に1週間とか長期間の旅になるので、途中でどうしてもね洗濯したくなります。そんな時にこういうジェルボールとかをいくつか持ってきておくと、ちょっと下着とか手ある T シャツとかいっぱい遊ぶから汗かくから、こういう T シャツとかをパパって洗うために洗濯洗剤ジェルボール持ってくるのがいいと思います。私は今回日本でから持ってくるの忘れたので、マイアミ現地でこのジェルボールを買いました。はい、次、服装類いきます。はい、服装類は私は今まで旅系の動画で口酸っぱく言ってきたのは
なるべくシンプルな服装をしましょうと口酸っぱく言ってきましたよね。もう海外ではブランド物とかおしゃれとかする必要ありませんと。もうそんなものを着てたらスリとかに狙われちゃうから、もうなるべくもう T シャツにデニムで過ごしましょうということを言ってきた私ですが、クルーズに関してはそれは忘れてください。クルーズではとびっきりおしゃれをしましょう。ちなみに私はクルーズといえばロイヤルカリビアン船で、主にロイヤルカリビアンの話がメインになるんですけど、結構他のクルーズでもドレスコードとかは発生しているので合わせて聞いてほしいんですが、ロイヤルカリビアンにおいては1週間のうち何回かドレスコードが決まっている日があります。主なドレスコードの内容としては、まずはドレスアップ、とびっきりゴージャスな格好をしてディナーに行きましょうっていう日が1週間に2回、それからカリビアンナイトって言ってカリビアンな洋服を着ましょうっていうドレスコードの日が1日、それからホワイトナイトって言って全身白コーデをしてホワイトパーティーをする日が1日あります。その他の日はカジュアルナイトって言ってカジュアルな服装でいいよっていう感じなんですけど、こんな感じでドレスコードが決まっているので、それを事前にクルーズ乗る前に今回の旅程ではどういうドレスコードがあるんだろうっていうのを調べてコーディネートを決めましょう。で、ドレスアップに関しては必ずあります。これはね、ロイヤルカリビアン以外も主要なクルーズライン、例えば MSC とかもそうですし、ドレスアップが必要な日っていうのは結構あります。クルーズあるあるですね。で、どのぐらいドレスアップすればいいのかっていうと、もうとびっきりです。もう海外の方、年齢問わずめちゃめちゃドレスアップします。もうそれこそもうボールルームに行くような、もう全身スパンコールの方もいらっしゃいますし、本当に皆さんおしゃれをします。なんなら船内に美容室があるので、そこをわざわざ予約して髪の毛のヘアセットをしたりとかする方もいるぐらい、皆さん本気でおしゃれをします。それでプロムナードとかでプロのカメラマンに写真を撮ってもらう、そういう日があるんですね。だからね、とびっきりおしゃれをしましょう。だクルーズ旅はドレスコードがあるので、もうカジュアルな服ばっかりじゃダメだよっていうことですね。で、次パジャマです。船内にはパジャマはありませんので自分で持ってくる必要があるんですが、私がおすすめするのはもうザ・パジャマっていうよりは、パジャマのまま船内歩けるような室内着がいいかなと思います。私の場合はこれがパジャマなんですが、リリーシルクのパジャマです。パジャマなんだけど、これでちょっと外に出ても恥ずかしくないよねっていう服装ですね。なぜかというと、夜もね、シャワー浴びてゆっくりした後もなんだかんだね、外に出る機会ってあるんですよ。例えば飲み物を取りに行こうとか、深夜にピザとかね、ちょっとピザ取り行こうみたいな感じになるんですけど、そんな時にもパッと着替えなくても部屋を出られるような、室内着のようなパジャマがあるといいです。あとは結構夜遅めにショーがあったりとか、夜10時にシアターでショーがあったりとかもするので、部屋着があると便利ですね。室内着をパジャマとして持ってきましょう。次、靴類です。靴はスニーカーだけあればいいだろうと、ノンノンノン。靴類は4つ持ってきてください。サンダル、スニーカー、おしゃれ靴、室内スリッパです。まずサンダル、これはもうプールがあるからサンダルがあると便利ですね。で、スニーカー、船内広いです。スニーカー履かないと足が疲れます。それから船内アクティビティがいっぱいあって、サッカー、ゴルフ、ボルダリングなど、スニーカーじゃないと参加できないアクティビティとかもありますので、スニーカーは絶対持ってきましょう。ジムもあるしね。で、おしゃれ靴なんですけど、さっきのドレスコードの話でおしゃれなドレスに合わせたヒール、男性だったら革靴を持ってきましょう。そして最後スリッパですが、キャビンにスリッパはついてないのでスリッパ持ってきておくと便利です。次ですが、水着ですね。2着は持ってきた方がいいですね。毎日プール入ります。基本的にはクルーズといえば巨大なプール。このアイコン・オブ・ザ・シーズンに関してはスライダーも充実してます。定番のサーフィングもあります。ジャクジーもあります。ということで1日1回は最低水着を着るので、ローテーションで乾かすとしても2着あると便利かなと思います。それからジムウェアですね。運動着。だいたいクルーズってジムがついてるので、
ジムウェアがあると便利です。ジムに行かない人でもさっき言ったようにボルダリングとかゴーカートとかクラウンズエッジとかそういうスポーティーなアクティビティもあるので、そういった時にジムウェアがあると動きやすいです。だから1着持っておくと便利かなと思います。それからマリンシューズ、これです。マリンシューズね、こういうやつなんですけど、これはクルーズでは使わないんですけど寄港地であると便利です。だいたいクルーズで停泊するところってビーチを楽しむ場所が多いので、マリンシューズとかこういう防水ケースとか携帯を入れるやつですね、防水ケースとかあると便利ですね。結局ねこれ持ってこずに当日になってやっぱあればよかったと思って買うんですけど、現地で結構高いから持ってきた方が良いです。次はちょっと細々したもの、言っていきます。持ってきた方が良いもの、船酔い薬や常備薬ですね。船酔い薬に関しては必要ない可能性の方が高いんですが、万が一船酔いした場合やっぱあった方がいいです。25万トンのこのくらいの大きさの船になると本当に揺れを感じません。船が大きいので揺れると言っても大きく揺れるので、なんかちっちゃい船のようにこんな揺れを感じることはないんですね。とはいえやっぱり航路や季節によってちょっと海が荒れたりすると揺れを感じて酔う場合もあります。かさばるものじゃないので酔い止めは持っておいた方がいいです。クルーズ本体では使わなくても、例えば寄港地のツアーに参加した時に寄港地のツアーに乗るボートっていうのはちっちゃいんですよね。でそっちのボートが結構揺れます。そっちのボートで酔い止めが活躍する場合の方が多いと思います。なので持っておいた方が良いでしょうと。あと常備薬に関しては、頭痛薬とか腹痛だったり、そういったもの、自分はよく使うなと思う薬は持ってきましょう。私も今回生理が始まってその生理痛で頭痛と腹痛があったので、その薬持ってきといてよかったなって思います。あと無比です。カリブ海とか地中海クルーズとか結構あったかいところのクルーズに乗ると寄港地で虫刺されがあって現地でかゆみ止めを買うケースが私は多いので、今回は事前に無比を買ってきました。あとは耳栓です。静かなんですけど夜ちょっと風の音がしたりとか、キャビンでは夜深夜までカラオケ大会とかイベントやってるので、やっぱりちょっと子供っていうかちょっと人が通る音とかはするので耳栓があると快適だと思います。あとはアメニティ一式ですね。普段自分が使っているアメニティは全部持ってきましょう。クルーズにあるのはボディーソープと固形石鹸だけです。備え付けのものがね。なのでそれ以外は全部持ってきましょう。綿棒とか歯磨き粉とかコンディショナーとか体を洗うボディータオルとか、ヘアクリーム全部持ってきましょう。何もないです。クルーズアメニティは。次水筒。水筒ね。水筒はもうマストですね。これ魔法瓶。船内はコンプリメンタリーなものがレモネード類のジュースも無料でもらえます。だから水筒がないとコップに入れて部屋に持ってこなきゃいけないんだけど、水筒があるとずっと冷たいままキープできるし、寄港地で船を降りる時にこれ水筒に水を入れておけば現地で高い水買わなくても済むので、水筒は絶対持ってきた方がいいです。クルーズで。次はモバイルバッテリーです。これは持ってきた方がいいですよね。旅には特にクルーズって全部アプリで完結しているので、スマホが電源切れちゃうと結構困ります。だからモバイルバッテリーは持ってきておきましょう。 US ドルです。US ドルはどこに行くにも持ってた方がいいです。だいたい US ドルって使えます。例えば今回の場合私はメキシコに停泊したんですけど、メキシコでは現地通貨はペソですがだいたい US ドルは使えますし、ヨーロッパクルーズでも現地の通貨以外だとユーロや US ドルは使えるんですよ。でアフリカ系に行った時も US ドルは使えました。アジアシンガポールとかになるとちょっとどうかわからないんですが、ただやっぱりアメリカドルっていうのは世界中使える場合が多いので持っておくと現地の通貨が足りなかった時になんとかなる場合があります。だから US ドルはいくつか握りしめておきましょう。あとは
最後ちょっとバッグについて。バッグなんですけど、船内移動する時にちっちゃいこういうトートバッグがあるとすごく便利です。プール行く時にタオル入れたり日焼け止め入れたりとかして行くのに、ちっちゃいトートバッグがあると便利です。ドレスアップする日はそのドレスに合ったおしゃれなバッグですね。それも必要です。そうだから私普段旅する時はもう荷物は最小限にする派なんですけど、クルーズになると靴もたくさん必要だし、服装もいろんな種類必要だし、バッグもそれに合ったものが必要だしってことで結構荷物増えるんですよ。クルーズ旅はどうしても荷物増えちゃいますね。だから荷物が増えても部屋がぐちゃぐちゃにならないように最低限の収納グッズ対策はしといた方がいいです。さっきのマグネットフックもそうだし、あとこういう壁に引っ掛けるタイプのオーガナイザーとかもよく売ってますよね。これは2つしかポケットついてないですけど、こう長く連結してるオーガナイザーとかもあるじゃないですか。それがこう壁にかけておくと荷物の整理にもつながるので、こういうオーガナイザーとか持ってくるとかした方がいいですね。クルーズはね荷物増えるんでね、こういうちょっと収納のグッズがあると便利ですね。以上がクルーズに持ってきた方が良いものだったんですが、次はですね、逆にクルーズに持ってきてはいけないものをご紹介したいと思います。まずナイフやハサミなどの鋭利なものです。ただし毛剃りや4インチ以下のちっちゃなハサミは持ってきても OK です。次、熱を発するもの、洋服のシワを伸ばすアイロンとかコーヒーメーカーとか誰が持ってくんねんって感じですけど、あとキャンドルとか夜寝る時に炊こうみたいな感じでキャンドル持ってきてはいけません。ただしロイヤルカリビアンに関してはヘアアイロンは OK です。これね結構 MSC とかはヘアアイロンもダメっていうクルーズが多いんですけど、ロイヤルカリビアンはヘアアイロンは OK でした。あとは普通のマッチとライターも OK です。タバコ用にね。じゃあ次、ロイヤルカリビアンは CBD 製品も NG です。私普段 CBD オイルを寝る前に飲んでたりするんですけど、 CBD 製品は NG でした。あとこれ皆さん気をつけてください。タコ足禁止です。タコ足ね使いたくなる気持ちあるんですけど、結構 USB ポートいっぱいあるし、なくてもどうにかなると思いますよ。ちなみにコンセントタイプは日本とアメリカのタイプとヨーロッパタイプがあります。それぞれ。あと USB ポートに関しては 1,2,3,4,5,6 箇所もあるし、タコ足なくてもね大丈夫だと思いますよ。タコ足はダメです。あとは、酒類の持ち込みはダメです。あと生鮮食品や肉製品も持ち込みは NG となっております。はい、以上が基本的な持ち込み禁止のものですね。以上、私のリストは全部網羅しました。多分これで全部だと思うんだけど、皆さんも、クルーズに乗ってみて、これあったら便利だったよとか、私の船ではこれはダメでしたよみたいな情報があればぜひコメント欄でシェアしてください。他にもこれはどうなんでしょうかっていう質問もねコメントでお待ちしております。クルーズ会社によっても持ち物変わってくると思うんですが、私は主にロイヤルカリビアンぐらいしか乗ったことないので、現時点でシェアできる情報としてはこんな感じになります。これからクルーズデビューしようと思っている方の参考になれば幸いです。よし、そんな感じで私は今からマイタイムダイニングでご飯を食べに行こうと思います。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。最後に参考になったなという気持ちでグッドボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。YKK でした。アディオス。